はいどうも、ソクロクです。夏だ、日焼けだ、電ドラだってことで、今日はですね、ゴールドシーさんから電動ドライバー、こちらを提供していただきましたので、レビューしていきたいと思います。冒頭の日焼けなんですけれども、これちょっと気持ち悪いなと思いまして、先にお伝えしておいた方がいいかなと。長袖着て手袋履いて釣りしてたらこんなになってしまいましたね。で、このマジックテープの手袋止めるところのこの穴、ここも焼けるっていうね、ちょっと気持ち悪い状況になっちゃってるんで、左もちょっとありますけど、これちょっと気にしないでください。で、今回ね、このね、ゴールドシーさんから電動ドライバー、これを提供していただきました。ゴールドシーさんありがとうございます。Amazon で販売されているってことなんですけれども、正直ね、僕ね、電ドラね、あんまり使ったことないんですよ。1本持ってるんですけど、これですね。はい。エンプレイスさんの、ハイブロ。これ以前、近くのホームセンターで、ワゴンセールで購入しまして、1000円ぐらいで購入できたんですよね。正直あんまり興味はなかったんですけど、1000円だったら欲しいなと思って、こちら購入しました。てか1000円安いでしょ？買ってみたら意外と便利で、ちょこちょこ使ってるんですけど、主に室内かな。でも今回はね、電動ドライバーを提供していただけるってことで、ちょうど比較ができるんじゃないかなと思ってます。これも今、Amazon で売ってますけど、Amazon で見ると3000円ぐらいになってたかな。僕は3000円だったら、買わないかな。正直ね、3000円、俺は3000円は出さんかなっていう感じなんですけど、で、こっちもね、実は3000円ぐらいで売ってるんですよ。で、今回はクーポンいただけるってことって、先に言っときますけど、概要欄の方にね、クーポン貼っておきますんで、そちらを使うと割引で購入できるので、かなりお買い得になっております。いいか悪いかは知らんけど、それはこれから試します。っていうことで、早速開けていきたいと思います。手動電動一体式ドライバーってね、正直ちょっと箱は怪しいですけどAmazon で売ってるってことなんで、手に入りやすいは入りやすいですね。やっぱりこの手首映っちゃうね。気持ち悪いね。はい、ダーンダーン。これ説明書ですね。それで本体とビットがたくさん入ってますね。と充電のケーブル。何これ？またビット。ビットが結構豊富なのかな。1個。先っぽにつけるやつだ。これで全部ですね。至って普通といえば普通だと思う。本当に普通の電動ドライバーなのかなーって感じなんですけど、ただね、この手元、この色が違う、ちょっとエンボス加工みたいになってるところはゴムでできてますね。なので、グリップはすごくいい感じだと思う。持ちやすいですし、いいと思います。自分の持ってるやつはね、グリップゴムないんですよね。なのでそれよりはいいかな。ただ持ちやすさは正直あんまり変わらんね。で、充電ケーブルはこれマイクロ USB ですね。これタイプ C だったらよかったね。ここに、差し込んで充電する感じだと思うんですけど、そしたら多分このね、ランプが赤で充電で、充電完了したら緑に変わると。そんな感じだと思います。てかこの辺の作りもほんと変わらんよね。なんかね、これがね、個人的にどれも同じなんじゃないかなって僕思っちゃうんですよ。しかもここにもLED ランプがついてますね。あとはビット類、プラスマイナストルクス。これを使うときは、これをつけて、この先っちょに、プラスマイナス、トルクスを差し込んで使うような形。それとは別に普通のビットです。2番のプラスと、それよりちっちゃいやつ、2番1本、1番1本って感じですね。これ直接つけれるやつは全部で5本付属しております。あと説明書。説明書はね、さすがに日本語でしょう。Amazon で売ってるぐらいなんで、こんな感じですね。で、仕様を読んでいくと、3.6V、回転速度が 280rpm、トルクが電動で 3N、手動で 10N、チャックが 6.35mm、充電時間40分から1時間半、0.5A だと 1.5 時間、1A だと約1時間、2A だと約40分ということです。で、使用時間は約85分。結構細かく書いてるね。充電中のインジケーターは赤で、充電完了は緑。これ先ほど説明した通りです。一緒ですね、やっぱり。で、本体の重量は 140g となっております。そんな感じかな。あとはもうこのボタンを押すと、先っぽ押すと晴天。で、逆転。結構周りはスムーズですね。で、回ってる時だけ LED が光る。残光性はないんですね。ちょっとこれは不便かもしれんな。こうやって離してもちょっと光ってた方が僕は作業しやすいかなと思うんですけど、こっちどうなんだろう。こっちも残光性ねえや。でもなんか回り方が
ちょっと違うかも。あ、音が違うだけだな。実際にチャックに入れてみましょうか。よいしょ。チャックは本当に普通のタイプですね。上にクッとスライドさせた状態で抜き差しすると、そのまま差し込んでいい仕様にはなってないですね。このままだと刺さらないので、あくまでも上にクッとスライドさせてから差し込むと、でロックされるっていう感じです。でこの赤い方の、この元から持ってる方の仕様なんですけれども、モーター電圧 3.6V、 これ一緒ですね。回転数が無負荷時で 280rpm、 これも一緒。最大トルクがちょっと違います。ゴールド C さんの方が3ニュートンだったんですけど、こっちは2ですね。2ニュートン電動で、手動が10ニュートン、手動は一緒で、チャックも 6.35mm で一緒。充電時間も40分から1時間半、これも一緒ですね。で使用時間がこっち85分になってるけど、こっちは40分ですね。ってことはこれバッテリー容量が違うのかな。この赤い方が850mAh なんだけど、このゴールド C さんのバッテリー容量はどこにも書いてないよ。あ、確か書いてないけど Amazon の販売ページに書いてたな。あ、800mAh だ。こっちも 800mAh なんでバッテリー容量は変わらないですね。なのにこっちの方が持つ。なんか理屈がわかんねえや。そんな持つ ?85 分も持つ？ちょっとその辺怪しいけど、こっち40分なのにね。こっちが間違ってるかもしれないけどね。ということで仕様がかなりね、似てますね。たまたまですけど。若干、トルクが違うと。2ニュートン。こっちが3ニュートンっていうことで、実際にね、ネジをちょっと回して試してみましょうか。どれぐらい違うのか。2と3って言ったらね、1.5 倍ですからね。1.5 倍回るんでしょう。いや違うな。それはちょっと違うな。1.5 倍の力で 1.5 倍回るっていうわけではないな。ということで、実際に使用して確かめてみたいと思います。はい。ということで、このね、2x4 材に実際にビスを打ち込んでみたいと思います。で、使うのはね、このビット。今付属してたビットですね。番手は2番の、プラスドライバー。こちらを使用して検証してみたいと思います。よし。まずはね、手持ちのこっちから打ってみようかな。25mm のビス。これでまずテストしてみます。本当はね、こういう木にビスを打ち込むようなものではないんだけど、今回はちょっとトルクのテストっていうことで、はい、限界。はい。じゃあ次は、このゴールド C さんの3ニュートンですね。これで隣に打ち込んでいきたいと思います。嘘でしょ。全然違うよ。はい、全然いかないですね。お？でもなんでこっちは回ったんだどういうこと？どういうことだ？結構違いますね。もう一回ずつ打ってみましょうか。もう一回、この赤。はい。限界。お、いった。なんかばらつきがありますね。これ一番最初赤。ゴールド C さんの3ニュートン。これ2ニュートン、3ニュートン。ここでって思ったんだけど、ここたまたまこれ節あるんだね。それで多分入んなかったんですね。で、その後もう一回打ちました。こっちがもともと持ってた、赤い方、2ニュートンの方。こっちがゴールド C さんの黒い方、3ニュートン。なので、最後に打った方がこれだけ差生まれました。ちょっとここはね、かわいそうな実験結果になっちゃったかな。最後にちょっともう一回打ってみましょうか。2ニュートン、3ニュートンで。完全にね、今ね、これ3ニュートンやったなって思いましたね。持ったんじゃねえか、みたいな。はい、じゃあ赤い方。おー、結構頑張った、今回。はい。ゴールド C さんの方の3ニュートン。やっぱこっちの方が気持ちいくかな。はい。これが赤い方、2ニュートン。こっちが3ニュートン。気持ち入ってるねって感じですね。ちょっと違うといえば違うですね。赤い方で打ったやつ。これをゴールド C さんの方の3ニュートンで回すと、やっぱりちょっとだけ回る。そしたら同じぐらいの高さになります。
なのであながちというか疑ってるわけではないけど、3ニュートンっていうのはまあ本当かな。ちょっとこっちの方が強いと思います。もうちょっと長いビス打ってみましょうか。65mm のコスレット、こちらを打って検証してみたいと思います。入る。すごくね。同じぐらい。こんな実験結果でしたね。最後のこの真ん中付近で検証すると、こっちがね、赤い方2ニュートンの方ですね。こっちがね3ニュートン。若干ちょっとほとんど同じだけど1ミリぐらい多く入ったかなっていう感じですね。最初なんてもうこれびっくりですよ。ここやっぱり節だな、きっとな。っていうかさ、ここまで入ったらもういいよね。これ以上これにトルク求めるって感じなんですけど、なのでトルクは全然問題ないんじゃないかなと思います。ちょっと気になったんですけど、この電動ドライバーで穴開けってできるんだろうか。これ本当はやっちゃダメですよ。ちょっと気になっちゃったんです。めっちゃ綺麗な穴開けれるじゃん。電動ドライバーで穴開けってできるんですね。これ余裕で穴開けできるんだね。知らなかったわ。ここに今開けました。で下まで貫通しましたね。これ2ニュートンでもできるのかな。開けれんだね。いかない。こっから止まりましたね。こっちの方がトルクの違いを実感できるかもしれない。こっちの方がもう全然奥まで行くよって感じだったのに、こっちは途中で止まりましたね。はい、こことこの見えてる穴です。なので穴開けもできちゃうんですね、電動ドライバーは。推奨はされてないけど開けようと思ったら開けれるっていうことが分かりました。ドリルを使った時の方が正直トルクの差は感じやすいですね。ビスを打っても、ちょこっとの差しかないので、これに恩恵がそんなにあるかと言われると自分はそこまで感じないかなって思います。で実際これ手回しもできるんですよ、両方。なので頭が俺出ちゃったら手で回せばいい話なんで、全然これ最後まで入りますんで、もうゴリッゴリ回りますね。で回しやすいな、この黒い方は。こっちはこれいちいちつけるのめんどくさいから違うビットつけるか。ちょっと違うな、赤い方と黒い方。もともと持ってた2ニュートンの電ドラなんですけど、こっちの方がね遊びがね多いです。いいですか。回す前にこれだけ動くんですよ。わかりますかね。これ実際ビスは回ってないんですけど、ここの、チャックの部分で回転するというか、これだけ遊びがあるんで、遊びの分を回してからグッて回してから回転させる、そんな感じなんですけど、この黒いゴールド C さんの方は遊びがほとんどないっすね。遊びがねこれだけ、こっからも回る。なので手回しを考えたら、こっちの方が絶対いいですね。こっちの方がちょっとやっぱり持ちやすいかな。グリップゴムついてた方が、この手回しの時は特に感じますね。こっちの方が手が痛くない。赤い方はプラスチックなんで、そこまで大きな差は正直ないんだけど、こうやって比較をして実際にじゃあどっちを買うって言われたら、僕はこっちかな。でも例えば値段がこっち3000円で、この赤い方が今回僕1000円ちょっとで購入してるんで、その価格差を考えたらどっちコスパ高いって言われたら当然こっちですね。ただ今ネットで見るとこれ今1000ちょっとでは買えないので、多分ね同じぐらいの値段ですよね。もしかしたらこっちの方が安いかもしれない。そうなるとどっち買うって言われたらこっちですね。ただそこまで本当に大きな差はないです。もうこっちの方がこっちじゃないとダメだよね、こっちの進化は目覚ましいよねっていうのは正直ないですけど、チャック部分の遊びとか握りやすさ、あとトルクですね、その辺は全部こっちが優勢勝ってたので、それを考えたらこっちでしょうねっていう話ですね。ただ付属品なんですけど、このね黒いねビットってこの赤い方に標準でついてたビットなんですよ。
で、今まで使ったこのシルバーの方ってこのゴールド C さんの方についてたビットなんですけど、正直ビットはねこっちが勝ち。はい、この黒い方が食いつきいいですね。こっちの方がちょっと舐める。なのでビット付属品はあんまり当てにしない方がいいかもしれない。手持ちでもしビット持ってるのであれば、あんまりこのビット分のコスパっていうのは考えなくていいと思うんで、ただ何も持ってないよ、ビットも買わなきゃいけないよってことであれば、ちょっとこっちのビットの方が悪いかな。なので本体の比較はこっち、付属品がたくさんついてるのもこっちけど、付属品の質、このビットの質ですね。これは1本しかついてなかったこの赤いハイブロ、はい、メイドインコリア、こっちの方が良かったね。でも買うならこっちだろうねとは思いますよ。見るところは本体でしょうね。ということで一通り使ってみたんで、次はどうしようかな、分解してみようか。中身が気になるよね。いつも分解までしてないじゃんって思ったメーカーさん、ごめんなさい。今回はちょっとちっちゃくて分解しやすそうなんで分解します。はい、こんな感じです。基本的な構造は全く一緒のような気がするけど、で大きく違うのはモーターなのかなと思ったんですけど、モーターもね大きさ変わんないんですよ。こっちのゴールド C さんの方はね 3.7V って書いてるんですけど、バッテリーも 3.7V なんで、モーターも 3.7V って書いてるんですけど、こっちの赤い方はねバッテリーが 3.7V でモーターが 3.6V ですね。その違いってモーターの大きさ自体は一緒、同じサイズのモーターが使用されてますね。もう基本的に全く一緒だよね、中身。なのでそんなに差はないんじゃないかなって正直思いますね。ということで無事に復旧したんですけれども、中身はね正直全くと言っていいほど変わらないなっていう印象です。今回はネジの締め込みとプラスちょっと穴開けもやっちゃったんだけど、やっぱり説明書の方にはね、これはネジの締め込み用の工具ですと。なのでその他の目的では使用しないでくださいって書いてるんで、穴開けに関しては推奨される使用方法ではありませんので、必要以上に負荷がかかってしまうとかね、そういった原因になりますんで、あまりやんない方がいいのかなとは思います。あくまでも実験でやったっていう認識で今回の動画を見ていただければなと思います。はい、ということで、今回この2つね比較検証してみましたけれども、正直ね、両方説明書通りでしたね。こっちの方がトルクが高い製品なんで、きっと両方嘘は言ってないだろうと。なので本当に信頼できる商品なのかなと思いました。両方ね、この僕持ってるやつも含めて。あとはお値段ですよね。で今回ね、20% オフのクーポンいただいておりますんで、動画の概要欄の方に貼っておきます。なので2割引きになるとかなり安くなるんで、そうなるとかなりコスパもねぐっと高くなっていいのかなと思います。見た目もブラック一色でそんな悪くないでしょう。ボタンは赤いけどね、握り心地、あとこのゴム部分のねエンボス加工のグリップ感も結構しっくりくるものなので、本当にね使いにくいってことは全くないと思います。こっちの方がね、グリップがちょっとチープなので、全体がちょっとゴムっぽくはできてんだけどね、ちょっとこの角張った感じが、僕は角張ってるより丸でへっこんでる方が手に優しくてフィットするかなと思うんで、グリップも含めてやっぱこっちの方がいいかなとは思いますね。あとは耐久性に関しては正直ね今回のレビューでは全然わかんないんで、あとは使ってみないと分かりません。そこまでは検証できません。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとでも参考になった、面白かったって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。